はい、セリカさんです。今回はハイグレードガンダムキャリバーンのクリアカラー版と一般販売品のパーツを半分ずつ使って製作していきます。普段は同じ構造のガンプラを2体買うことはないのですが、とある事情によって購入しました。両方の見た目の違いや注意点も紹介していくので、購入の参考になる内容となっています。それでは早速作っていきましょう。まずはランナーについた状態でクリアカラー版と一般販売品のパーツの見た目を比較してみましょう。ホワイトのパーツは透明に近い色となっており、パーツ越しでも反対側が見えるくらい透けています。元のキャリバーンはホワイトのパーツが多いので、クリアカラー版もこのパーツが多めになっています。レッドなどの色付きパーツはその色をクリアパーツにした見た目となっていました。色付きなのでホワイトのパーツよりは透明感がないですが、それでもクリアパーツらしさはしっかりとあります。色付きパーツはそんなに量が多くないですが、アクセントとして使われているので割と目立つ印象です。次に内部フレームを確認してみます。こちらも違いがあり、クリアカラー版はメタリック風なパーツとなっています。クリアカラーガンプラになるとよくある仕様ですが、内部フレームをよく見せるためにメタリック風になっているのでしょうね。せっかくガンダムベースまで来て購入する商品なので、こういう特別仕様になっているのは嬉しいです。パーツ確認のついでにクリアカラー版の注意点を説明します。一般販売品のキャリバーンにはインモールド成形されたパーツが付属しています。ですがクリアカラー版のキャリバーンにはインモールド成形されたパーツは付属しないです。一般販売品には付属しているからクリアカラー版でも同じだろうと思って購入するとがっかりすることになります。ちなみにクリアカラー版のルブリスとエアリアルにもインモールド成形されたパーツは付属してなかったです。なので今回のクリアカラー版のキャリバーンもこのパーツは付属していないだろうと考えて、一般販売品のキャリバーンも購入しておきました。パーツの確認が終わったら仮組みをしていきます。同じ構造のガンプラを同時に2体組むことがほとんどなかったので、少し新鮮な体験でした。構造やパーツの形は同じですが、見た目が違うので割と楽しく組み立てることができました。たださすがにこれ以上は同じガンプラは組み立てたくないですね。世の中には同じ量産機を大量に組み立てる人もいますが、本当にすごいメンタルをしていると思います。組み立てが終わったので確認してみましょう。クリアカラーの方はパーツのほとんどが透明なので、元のキャリバーンと比べてもかなり雰囲気が変わっています。さっきも説明したようにインモールド成形されたパーツがないので、頭部のアンテナはブラックのクリアパーツしかないです。ちなみにクリアカラー版の武器についている推進ユニットが1個足りないですが、推進ユニットの取り付けパーツを破損して修理中だったのでないだけです。クリアカラー版でもちゃんと4個付属しているので安心してください。頭部と胸部を拡大して比較してみます。このキャリバーンで初めてインモールド成形されたパーツを実際に見たのですが、本当に綺麗ですごい技術ですね。クリアカラーの方はこのパーツがないので、仮組み時点だと寂しい見た目となっています。胸部はシールで補色するようになっていますが、頭部のアンテナはずっとこのままとなります。仮組みの確認が終わったら分解して塗装などの処理をしていきます。気になる箇所の合わせ目を処理していきます。最近のガンプラは合わせ目が目立たないような構造になっていますが、それでも目立つ部分はあるのでやっていきます。合わせ目消しの手段はいろいろとありますが、今回はシンプルにタミヤの流し込み用接着剤を使って作業しました。パーツの隙間に接着剤を入れるだけなのですが、隙間が接着剤で埋まるくらい多めに入れるようにしています。表面は後で処理できるし、内側が変になってもどうせ見えないのでたっぷりやるようにしています。接着剤を入れ終わったらパーツ同士を力いっぱいくっつけます。この接着剤はプラスチックを溶かして接着するため、力いっぱいくっつけると溶けたプラスチックが表面に出てきます。瞬間接着剤とかしか見たことない人だと少し驚くような見た目ですね。 2,3 分くらいしたら手を離して1日乾燥させます。乾燥したら表面を処理していきます。最初に溶けたプラスチックをデザインナイフなどで軽く削ぎ落としていきます。この後にヤスリで綺麗に整えるので、大きく表面に出ているプラスチックを少し削ぎ落とす程度で大丈夫です。あとは400番のヤスリから使って表面を綺麗にしていきます。表面処理に使ったヤスリは画面に表示しておきます。あとこの作業ついでにゲート跡やパーティングラインなども処理しておきました。ヤスリ作業が終わったらパーツを確認してみます。だいたい合わせ目がなくなったので、とりあえずこれで作業をやめておきました。サーフェイサーをやれば細かいところまで確認できると思いますが、さすがに面倒だったのでそこまでは確認してないです。武装のパーツは合わせ目消しの前に後はめ加工をしておきました。武装の持ち手を先に入れて組み立てる構造なので、合わせ目消しや塗装をするとき邪魔でした。なので持ち手パーツの接続部をニッパーで切断して後から組み立てできるようにしておきます。ただ切りすぎると固定できなくなってしまうので、少しずつ切って確認しながら作業しましょう。切る箇所も組み立てた時に見えない部分を切るようにしてください。いい感じにできれば組み立てた後でもパーツを入れることができます。これくらいなら塗装の時にマスキングしても良かったのですが、合わせ目消しの時にヤスリ作業で邪魔そうだったので少し改造しておきました。次に推進ユニットを取り付けるパーツですが、ここは武装パーツの出っ張りがストッパーとなっていて、これのおかげでパーツが外れない構造になっています。逆にこのストッパーが邪魔で後からパ
パーツを組み立てできないので、これも後はめ加工が必要となります。やることは単純で、ストッパーを切り落とすだけです。パーツの内側でどうせ見えないのでニッパーで雑に切り落としました。ただパーツの細い箇所にストッパーがあったので、ニッパーだと作業しにくかったです。ストッパーがなくなれば組み立てた後でも推進ユニットのパーツを入れることができます。逆さにしてもパーツ同士の摩擦で落ちることはないので、ストッパーがなくても問題ないです。可動範囲の制限がなくなりますが、個人的には問題ないのでこのまま作業していきました。武装は後はめ加工をした後に合わせ目消しを行いました。塗装の時に楽になるように後はめ加工をしましたが、マスキングして塗装する場合は必要ないです。ただこういう作業方法を考えるのもプラモの楽しい部分だと思います。次に武装を2丁持ちにできるようにバックパックを加工していきます。元々の構造だと右側から武装の接続部が出ているので、右手しか武装を持たせることができません。今回は左手側にも武装を持たせるようにしたいので、バックパックを加工していきます。最初にやることは左側にも接続部を出せるように穴を開けていきます。穴の大きさは 3mm で、同じ大きさのドリルがあれば楽なのですが、持ってないので 1.9mm のドリルを使って穴を開けました。最終的に現物合わせで調整する予定なので、中心位置は正確に測らずに目視でやっています。穴を開けた後は金属ヤスリを使って穴を広げたのですが、なかなか面倒な作業で大変でした。ヤスリである程度削ってパーツが入るか確認しての繰り返しだったので、動画を見ながらのんびりやってました。次に追加パーツに干渉する箇所を切り落とします。まだ作っていませんが、追加パーツを入れるとダボ穴が干渉するので、ここをなくします。ここは内側で重要な箇所でもないので、ニッパーで雑に切り落としていきます。大きいので大変ですが、根元付近までちゃんと切り落としましょう。ダボ穴が入るピンも追加パーツに干渉するので一緒に切り落とします。ここはなるべく平面になるようにニッパーとデザインナイフを使って加工していきます。これも内側なので、ヤスリとかで綺麗に整える必要はありません。一応組み立てできるか確認しますが、切り落とした部分がなくても組み立てできるので大丈夫です。ガンプラって少しくらいピンやダボ穴がなくても割となんとかなったりするので、気にせず加工して遊んじゃいましょう。次に追加パーツを作っていきます。といってもクリアカラーのキャリバーンのパーツからもらうだけです。今回は接続部の箇所が欲しいので、その部分を切り取ります。これも見えない部分になるので雑に切っちゃいました。自分は気にしないので薄刃ニッパーでやっていますが、雑な作業の時はもっと頑丈なニッパーでやった方が長持ちすると思います。切り取ったパーツは左右反転して組み立てるので、加工した穴と位置がずれています。なのでさらに調整する必要があります。加工した穴の位置と合うようにニッパーで調整していきます。最初はヤスリでやっていたのですが、思いのほか削る量が多かったので、ヤスリよりニッパーでやった方が楽で早かったです。これもどうせ見えないし、組み立てができれば何でもいいのでがっつりやっちゃいました。調整したら組み立てができるか確認してみましたが、ちゃんと組み立てできました。接着剤とかで固定しなくてもそのまま入れれば大丈夫です。気になる人は両面テープとかで固定してもいいかもしれません。次に武装の取り付け部分ですが、左右反転させるだけなので加工は必要ないです。ただ一部肉抜きが見えるようになるので、気になる人は埋めておきましょう。自分は目立つ部分でもないのでこのままにしておきました。問題は武装の取り付け用の穴が片側にしか開いていないので、取り付けすると逆さになってしまいます。取り付け用の穴が貫通していれば問題なかったのですが、右側に武装を持たせるようになっているのでしょうがないですね。バックパックに穴を開けた時と同じように、これもドリルで穴を開けてからヤスリで整えていきます。同じ位置に穴を開けたいので、パーツを合わせて大体の中心位置にドリルで目印をつけておきます。目印をつけたらドリルで穴を開けていくだけですが、パーツが折れやすそうな部分なので力加減が少し難しかったです。穴の大きさの違いを比較するとこれくらいですね。さすがにこの大きさをヤスリで広げていくのは大変なので、雑な方法で作業を短縮しました。雑な方法ですが、少し位置をずらしてドリルで穴を広げていくだけです。形状はぐちゃぐちゃになりますが、最後にヤスリで整えるので作業時間重視でやりました。今後のためにもう少し大きめのドリルを買っておいた方が良さそうですね。ある程度穴を大きくしたらヤスリで形状を整えていきます。ヤスリはタミヤの半円形の金属ヤスリを使っています。金属ヤスリも様々な形のものがあるので、色々持っていると使い分けられて便利です。形状を整えたらパーツが入るか確認します。気をつける点は、穴を大きくしすぎると固定できなくなるので確認しながら作業しましょう。入れるのがちょっときついぐらいに留めておいた方がいいです。これでやっと左右両方に武装を取り付ける下準備が終わりました。色々とやりましたが、思い通りに取り付けできると楽しいですね。この後は加工で傷ついた表面をヤスリで綺麗にしてから塗装をしていきます。ここからはエアブラシで一般販売品のキャリバーンを塗装していきます。ライブフレームなどに使われているグレーのパーツをスターブライトアイアンで塗装しました。クリアカラーの方はメタリック風になっているので、違いを出すためにもそっちは塗装しませんでした。タフとかやらずにそのまま塗装しています。見た目の違いを確認してみます。左から未塗装クリアカラー塗
装したパーツとなっています。元のパーツだと普通すぎる感じがしたので塗装してみました。ブラックのメタリック系塗料は重厚感があって好きなのでよく使っています。次に外装パーツですが、今回はシルバーの柵を塗装した後にクリア系塗料で色をつけていく方法でやります。なので最初にシルバーの柵を全部の外装パーツに塗装します。シルバーの柵って使ったことがなかったので、どんなものか実験も兼ねて使ってみました。塗装した見た目は粒子が粗いシルバーでした。これだけ見たら柵だとは思わないので、普通にシルバーの塗料としても使えそうです。柵の効果にプラスしてシルバーの塗料として使えることを考えると便利ですね。柵を乾燥させたら次にクリア系塗料で塗装して色をつけていきます。このパーツだとクリアレッドを塗装しているのですが、クリア系塗料は何度も重ね塗りをしないと発色しないので、最初は塗装されているのかよくわからないです。2回目から色がわかるようになることが多いので、好みの色になるまで根気よく塗装することが大事です。パーツを全て塗装してしまったので、同じ色のランナーを切り取ってそれぞれ比較してみます。シルバーを下地にしているので、元の色よりメタリック感が出るようになりました。最初からメタリック系の塗料を使えばいいかもしれませんが、この塗装方法なら下地のシルバーの種類によって色々な変化をつけることができるのが面白いですね。コメント欄に他のシルバー塗料で同じ塗装をした動画を載せておくので、気になったらご確認ください。塗装が終わったらシールを貼っていきます。シールなので特に難しいことはないですが、ピンセットを使った方がやりやすいです。手だけでやると貼るときにシワになったりするので、100均でもいいのでピンセットがあると便利です。シールも十分綺麗なデザインされているので、塗装するよりシールを貼った方が簡単で見栄えがいい時もあるのが面白いですね。シール貼りが終わったら組み立てますが、一般販売品とクリアカラーのパーツを左右で半分ずつ使います。頭部を例にすると右側を一般販売品のパーツで、左側をクリアカラーのパーツを使っています。今回は右半身を一般販売品にして、左半身をクリアカラーにして組み立てましたが、パーツの形状は同じなので色々自由に組み立てることができます。フロントアーマーは左右がつながっていて、このままだと左右でパーツ変更もできないし、独立して稼働させることもできません。なのでフロントアーマーの接続部をニッパーで切断しちゃいます。真ん中を切るだけなので簡単作業です。あとはそれぞれ組み立てれば左右が独立して動かせるようになるし、パーツの変更もすることができました。他の HG ガンプラでもこうなっていることが多いので、同じようなパーツがあったらやっておくといいです。最後に光沢のトップコートでツヤを整えて完成です。エアブラシでやっていますが、スプレータイプでも同じ効果があります。スプレーの方が楽なのですが、外で作業する必要があるので、天候に左右されやすいのが欠点ですね。特に夏だと外が暑いのでエアブラシでやるようにしています。1日放置してトップコートが乾燥したら組み立てます。傷がつかないよう組み立てるのが一番緊張しますね。それでは完成品を見てみましょう。クリアカラーと一般販売品を組み合わせてみましたが、両腕に武装を取り付けたので結構大きな見た目になりました。クロスボーンガンダムのディキトゥスや仮面ライダーダブルをイメージしたので、左右で見た目が変わるようにしました。シールドを固定する穴が両腕にあったので、加工することなく2個とも取り付けてきました。片腕しかシールドを固定できないガンプラもあるので、最初から穴が開いていて助かりました。両腕に大きめのシールドがあるとフルアーマーユニコーンみたいですね。片方のシールドを分解してビットを本体に取り付けることもできます。取り付け自体は説明書に書いてある通りに作業すれば簡単ですが、塗装した分少し組み立てにくい箇所とかあって傷つけないか不安でした。シールドの片方がなくなった分少しスマートな見た目になりました。もう片方のビットは取り付けできないのですが、どうせならこっちも取り付けできるようにしても面白そうだったとこれを撮影している時に思いました。もう片方のビットは分解してウェポンディスプレイベースで固定することができます。全部飾るには2個のウェポンディスプレイベースが必要ですが、1個550円なので2個買うのはちょっと金額的に辛いですね。これがあるとディスプレイするのに便利ですが、もう少し安くしてほしいです。キャリバーンの周りにディスプレイベースを設置すればビットを展開した見た目になります。ディスプレイベースは別売りのアクションベースに連結できるので、連結すればもっとスッキリとした見た目になります。今回はキャリバーンに付属しているディスプレイ用の支柱を使っているため、このような飾り方をしました。最後に余った方のキャリバーも写しておきます。見た目が違うだけの同じパーツを交換しただけですが、
が、こっちの方がクリアカラーの成分が多めとなっています。武装を固定する接続部とかないので素体のキャリバーンにしかならないですが、パーツ取り用として使えるので残しておきます。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。